皆さんこんにちは、アンリです。今日は Windows を使っている方全員に今夜ブラウザの起動回数を半分にできるツールをご紹介します。テーマは Google App for Desktop。 Google が2026年4月14日に Windows 向けへグローバル一斉リリースしたオルトプラススペースで一発呼び出しの AI 統合ランチャーです。これただの検索アプリではありません。 AI モード検索、ファイル認識、画面認識、 Google レンズ、ローカルと Google ドライブ横断検索、フォローアップ会話、この6機能が全て一つのウィンドウから呼び出せます。しかも完全無料。これがマイクロソフトコーパイロットと Apple スポットライトに挟まれた Windows デスクトップの世界で Google が投じた静かなる一手です。最初に結論からお伝えします。本日の話の幹は3つです。1つ目、 Google App for Desktop は Alt プラススペースで起動してジェミニベースの AI モードで質問でき、画面共有もできるデスクトップ常駐型の AI ランチャーです。常駐メモリは約 500MB、 一般的な PC なら負荷を感じない水準です。2つ目、6つの機能の中で画面認識と Google レンズが他のランチャーアプリと一線を画つけていて気な差別がポイントです。エラー画面のサポートや競合 LP の分析がブラウザを開かずに完結します。3つ目、ただし Mac には未対応でジェミニにアクセスする方法がさらに増えたことでユーザーが混乱するというエンガジェットの批判も無視できません。プライバシーやマイクロソフトコーパイロットとの隙間戦略も含めてしっかり整理していきます。それでは一つずつ深掘りしていきます。パート1、まず製品の正体を押さえます。製品名は Google App for Desktop、 Google 公式呼称です。開発元は Google、 配布元は Google ラボ経由。正式リリース日は2026年4月14日でグローバル一斉公開です。対応 OS は Windows 10以降、英語版が世界共通で動きます。価格は完全無料。入手先は Google 公式のダウンロードページから直接、つまりマイクロソフトストアを経由しません。設計思想はスマートフォン版 Google アプリのデスクトップ継続版というのが公式の表現です。一方で MacOS 版は未発表で、現時点で記事に書かれている表現はジェミニチームが今取り組み中というものです。 Mac ユーザーはもう少し待つ必要があります。パート2、起動方法を整理します。デフォルトのキーボードショートカットは Alt プラススペース。これが押されるとどんなアプリが面の上からでも検索バーが一発でポップアップします。設定でショートカットはカスタム可能なので、既存のアプリと競合する場合は変更できます。 UI の位置づけは MacOS のスポットライトまたはレイキャストのようないわゆるランチャー UI に Google 検索と AI モードを融合したハイブリッド形態です。これまでブラウザを開いて Google 検索バーを叩いていた数秒の作業が Alt プラススペースのワンアクションに圧縮されます。パート3、ここからが本番。6大機能を一つずつ噛み砕きます。1つ目、AI モード検索。ジェミニベースの会話型 AI 検索でブラウザに飛ばずに Google アップ内でチャット形式の回答が返ります。 AI モードはデフォルトでオン。通常の Google 検索に切り替えも可能です。2つ目、ファイル認識とアップロード。 PDF や画像を検索バーに直接ドラッグ&ドロップで投入できます。投入したファイルに対してようやく質問抽出、これがジェミニ経由で回答されます。3つ目、画面認識、いわゆるシェアスクリーン機能。ウィンドウ内のシェアスクリーンボタンを押すと現在のモニター全体または特定のアプリ画面を AI に共有できます。 AI は画面を見ながらその内容について質問に答えます。エラー画面のサポートにも絶大な威力を発揮します。
4つ目 Google レンズ。画面の任意領域を選択して画像検索 OCR による文字抽出、翻訳、商品特定、ランドマーク認識まで全てその場で処理されます。スマートフォン版のレンズをデスクトップに持ち込んだ形です。5つ目、ファイルアプリ横断検索。ローカル PC のファイル、ローカルにインストールされたアプリ、そして Google ドライブ上のクラウドファイル、つまり Google Docs、Google Sheets、Google スライド、これらをすべて一括で横断検索できます。Windows 標準の検索バーよりも明らかに早いです。6つ目 AI モードのフォローアップ。1回検索した後そのまま続けて追加質問が可能。会話の文脈を維持したまま深掘りができます。パート4、メモリー消費と設定でカスタムできるポイントです。常駐型のアプリなのでメモリは食います。具体的に早く 500MB。これは最近の 16GB から 32GB の PC であればほぼ気にならない水準です。古いマシンや低スペック PC を使っている方は起動するアプリの数を減らした方が良いかもしれません。設定でカスタムできるのは3つ。ショートカットキーを Alt プラススペース以外に変更すること、 AI モードをデフォルトでオフにすること、そしてファイル検索の対象範囲、つまりドライブのクラウドファイルだけにするかローカルファイルも含めるか、これを切り替えることです。プライバシー懸念がある場合はローカル検索を切る運用が推奨されます。パート5、ここで他のランチャーアプリとの比較に進みます。まずレイキャスト、 Mac 中心、大機能で拡張プラグインも豊富、開発者に大人気のツールです。ただし大機能ゆえに学習コストが高く初心者にはやや複雑。 Mac 限定でWindows 版を提供されていません。次に Microsoft PowerToys、 特に PowerToys LAN です。 Windows 標準と深く連携していてファイル検索やアプリ起動は非常に早いですが AI 統合はほぼ皆無。 AI アシスタントを使いたいなら別ツールを開く必要があります。次に Microsoft Copilot、 Windows 11の標準 AI で OS と深く統合され Windows AI ボタンから一発で呼び出せます。ただし検索エンジンは Bing ベース AI モデルは Copilot 中心で Google 検索の結果は引けません。次に Apple Spotlight、 MacOS の標準ランチャーで Apple Intelligence との統合も進んでいます。当然ながら Mac 限定。最後に Alfred、これも Mac 限定の高速ランチャーでフル機能を使うには有料拡張が必要です。こうして並べると Google App for Desktop の位置取りが明確になります。 Windows で Google 検索と Gemini AI とドライブ連携とレンズを無料で軽量にワンパッケージで提供する、これが他のツールにはない極めて尖ったポジションです。パート6、戦略文脈を深掘りします。注目すべきは Microsoft Copilot と Google App for Desktop が同じ Windows PC の上に共存するというデスクトップ環境の劇的な変化です。Windows 11は AI ボタンによってコーパイロットを一発呼び出しの標準ポジションに置きました。これに対して Google は Alt プラススペースショートカットによるジェミニ一発呼び出しをサードパーティーの位置から打ち返してきたという構図です。一方 Apple 側は MacOS の中で Spotlight プラス Apple Intelligence という純正のセットを持っておりGoogle のワイル隙間がほぼありません。だから Google は戦略的に Windows ファーストで Microsoft が標準化を進める前にランチャー UI の中に Google 検索と Gemini AI を差し込んだという見方がエンガジェットなどでも示されています。 Google エコシステム、つまり Gmail、Google ドライブ、Google カレンダー、Google Docs、これらを日常的に使っているユーザーにとっては Google App for Desktop が最も自然なフロントエンドになる
というか恋込み効果も同時に効いています。パート7、批判視点を3つ整理します。1つ目、Mac 未対応。これは世界の開発者、クリエイター、デザイナーの相当数が日常的に使っている MacOS に現時点では届かないという現実です。Google はジェミニチームが取り組み中と述べていますが、リリース日は未定。Mac ユーザーはしばらくレイキャストなどで近似体験を維持するしかありません。2つ目、ジェミニ重複問題。これはエンガジェットが指摘している本質的な批判です。今ジェミニにアクセスする方法は、ブラウザ版のジェミニ、モバイル版のジェミニアプリ、Chrome アドレスバー、Pixel 端末のサイドキー、そして今回の Google App for Desktop、これだけあります。ユーザーから見ると結局どこからはなしかければいいのか混乱します。 Google のフロントエンド戦略は機能では強いですが、入り口の整理という点では明らかに散らかっています。3つ目、プライバシー。画面共有とローカルファイル検索が常時可能という状態は、企業 PC で使うときには相当に慎重な扱いが必要です。IT 部門の承認なしに導入すると、機密情報や顧客データが知らないうちに AI に渡る可能性が原理的にあります。家庭用 PC でも画面共有のオンオフを意識して使い分ける運用が推奨されます。パート8、ここで5つの独自ユースケースを具体化します。元動画と被らない実利的な使い方です。ユースケース1、Teams や Zoom の会議中の議事録補助、会議画面を画面認識で共有してオルトプラススペース経由でこの発言を要約してと振ります。議事録担当者が入力に追われずに会話の流れに集中できます。ユースケースにエンジニアのエラーログ解析、VS コードやターミナルのエラー画面を Google レンズで切り取って即座に解析にかけます。別のブラウザを開いてエラーメッセージをコピペして検索してという従来のフローが画面切り取りの一手で完了します。ユースケースさん、マーケターの競合 LP 分析、競合サイトのランディングページを開いたまま、オルトプラススペースで画面共有して、この LP のフックを3つ抽出して解きます。スクリーンショットを撮って別ツールにアップしてという手間が消えます。ユースケース4、学生やリサーチャーの PDF 論文要約、学術論文の PDF を検索バーにドラッグして要約をリクエスト。さらにこの章の前提知識を教えてと続けてフォローアップ。一本の動画で言うなら論文を読みながら隣に常駐する AI アシスタントが応答してくれる感覚です。ユースケース5、 EC 運営者の商品写真比較、自社商品の画像と競合商品の画像を Google レンズで切り出して価格、在庫、差別化ポイントを横並びでは悪する。商品改善や競合分析の速度が明らかに変わります。パート9、日本のユーザーに向けて具体的なアクションを3つお話しします。1つ目、Windows 10移行を使っている方は今夜インストールしてください。 Google の公式ダウンロードページから直接インストーラーを取得できます。所要時間は約5分。インストールが終わったら Alt プラススペースを押すだけですぐに使い始められます。2つ目、Alt プラススペースを1週間体に染み込ませてください。ブラウザを開く、検索バーをクリックするという癖をオルトプラススペースで置き換えます。1週間続ければブラウザの起動回数が体感で半減します。これがランチャー UI に移行する最大の効果です。3つ目、Mac ユーザーはレイキャストと Web ブラウザ版の Google、 この組み合わせで近似体験を維持してください。レイキャストはランチャー UI として十分に強力ですし、 Web 版 Google で AI モードも使えます。完全な統合体験ではありませんが、 Mac 版の正式リリースまでのつなぎとしては十分に機能します。
Mac 版が出たら必ず再評価してみてください。それでは今日はここまでです。 Google App for Desktop はただの検索アプリではありません。Alt プラススペースというたった一つのショートカットで Google 検索、AI モード、ファイル認識、画面共有、Google レンズ、ドライブ横断検索、これらすべてを呼び出せる Windows デスクトップ世界のフロントエンド変革ツールです。完全無理よ。メモリー消費は 500MB、対応は Windows 10移行。逆に言えば Mac 未対応とゼミに重複混乱とプライバシー懸念、この3点はしっかり頭に置いた上で自分の運用に合うかを判断してください。 AI から行動へというシフトが2026年のデスクトップ作業でも本格化しています。オルトプラススペースを押すだけでジェミニが進む PC を今夜空手に入れてみてください。この動画が面白かった、自分の作業効率にも関係しそうだと思った方はぜひチャンネル登録と通知ベルをお願いします。コメント欄で皆さんが最初にオルトプラススペースで聞いてみたい質問を教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。